皆さんこんにちは。スープで健康を届けたい幸せベジスープご覧いただきありがとうございます。今日はちょっと高級牡蠣を使ったスープオイスターチャウダーです。実は今から8ヶ月ほど前、今年の春に牡蠣生産者さんが私のところに相談に来られました。週末に牡蠣を使ったレストランを開きたいということなんです。そんな縁もありまして、今日はその新生水産さんの牡蠣を使ってチャウダーをしてみます。ぜひ最後までご覧ください。毎日牡蠣に囲まれている方はどんなスープを一番作っているのかなとお尋ねしたところ、その答えがオイスターチャウダーでした。で、今日は私なりの牡蠣のチャウダーをやってみます。洗い方は塩水で振り洗いし、水を変えてさっと一度流すそうです。野菜はいつも冷蔵庫にあるものでできるのでとてもいいですよね。玉ねぎは少し大きめですかね。250から 300g のものを1個、そして人参は1/2本ぐらいですね。じゃがいもは1個 100g ぐらいの今日は2つ用意しましたけれども、これの一部はすりおろして使います。これは新生水産さんのいつものちょっとこだわりらしいので、そこは作り方を真似してみます。で、あとはこの牡蠣とコクを出すためにバター、牛乳ですね。で、お鍋の中に次々切って入れていきます。このヘタのところ捨てられる方がいますけれども、いつも申し上げているように成長点にとっても栄養素がありますので、ぜひ捨てないで使ってあげてください。半分に切ったものを1センチ幅に切っていきます。で、切ったところからもうお鍋に移してあげていただきたいと思います。玉ねぎを移してあげます。はい。じゃあ次は人参です。よく洗って皮もそのまま使ってください。皮に栄養素があります。色の濃い野菜っていうのはちょっと入れすぎると色がかっちゃってくどくなりますので、そこのバランスを考えてあげてください。人参も上からのせていきます。次はじゃがいもです。じゃがいもは皮をむいてあげて、これも1センチ角ぐらいに切っていくんですけれども、なるべく私は栄養素を、逃がさないようにできるだけ水にさらすということはしません。ですので今日もじゃがいもって時間を置いちゃうと茶色く色が変色してしまうので、今日も一番最後に切ってみます。はい、1センチ角ぐらいですね。あまり小さく切りすぎると煮崩れて形がなくなってしまいますので、人参よりは少し大きめに切っていただくといいと思います。で、これぐらい残しました。一つの半分ぐらいですかね。これはすりおろしてお鍋の中に入れます。
このじゃがいもをすりおろしますね。これで小麦粉など砂地の粉を入れなくてとろみがついて美味しくなります。はい、じゃあこのお鍋の中の一番上に入れていくんですけども、すりおろしたのってちょっと私きれいに取れないんで、この中に最終的にここに1/2カップのお水加えるんですけど、ちょっと洗い流す感じでお水入れて、ここのお鍋の中に入れますね。ちょっときれいに取れました。はい、それでほんのお塩を一つまみパラパラパラっとしていただいて、これでいつものように蒸し煮にしていきます。はい、ではお鍋を弱火にかけていきます。スープを煮ている間に牡蠣の栄養素についてもお話ししていきますね。私が牡蠣と聞いて一番思いつくのは亜鉛です。亜鉛が不足すると味覚障害にもなると言われていますが、舌にある未来で私たちは味を感じ取ります。未来の中の味細胞は短期間で生まれ変わっていくんです。だから材料となる亜鉛を常に必要としています。そう言われてみれば口の中ってすごく短期間で細胞分裂してる感じありますよね。髪や肌を艶やかに保つのにも亜鉛が関わっています。ぜひ不足しないよう心がけたいものです。また、牡蠣に含まれるタウリンには肝臓の働きを活発に、コレステロールの吸収を抑え、血圧を正常に保つ効果があります。海のミルクと言われる牡蠣には美味しさも栄養素も詰まっているんですね。火加減や加える水の量によって多少違ってきますが、15分から20分で野菜は柔らかくなります。途中15分ほどで野菜が硬く、水気がなくなって焦げそうなら、水を大さじ1、2杯足してあげてください。野菜が柔らかく煮えたら、スープを仕上げていきましょう。牛乳を加えて温め、そして牡蠣を加えます。今日私が買ってきた牡蠣は加熱しすぎてもほとんど縮まないんですが、一般的には牡蠣は火を通しすぎると縮んでしまいますので、加熱しすぎないっていうところがポイントです。バターでコクをつけて塩コショウすれば出来上がりですが、ハピペチ風のこだわりは白味噌をほんの少し加えることです。もしあなたの冷蔵庫にあれば一度試してみてください。ほんのりした甘みとコクがプラスされて、とてもチャウダーが美味しくなります。ご紹介した新生水産さんのお問い合わせ先は下の概要欄に載せておきます。19歳から中学生の息子さん3人がお父さんの後を継いで漁業をされるそうです。頼もしいですね。相談に来られた週末レストランはどうなったかというと、牡蠣屋が作る牡蠣醤油で食べる卵かけご飯どうでしょうとアドバイスさせていただいたところ、なんと木だる仕込みで有名な足立醸造の醤油をベースに牡蠣醤油を作られました。私がいつも使っているのはこのお醤油で他にもいろいろあります。卵は卵かけご飯に合う卵を決めるイベントで優勝した夢王です。ランチが1000円とお手軽ですので、ぜひお近くの方はお出かけください。最後までご視聴ありがとうございました。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。詳しい作り方は下の概要欄に載せております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。